タンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはこちらの巾着袋です。簡単な作り方なので初心者さんにも作りやすいと思います。サイズは縦 24.5 センチ、横20センチのサイズになっています。バッグの中にも入りやすいサイズになっています。裏地付き、こちらの口の部分がこのようにギャザーになっていて、とても可愛い形の巾着袋です。ぜひ最後までご視聴ください。それでは巾着袋の材料を紹介します。今回の巾着袋は表地の部分、上と下で切り返すタイプの巾着袋です。上の部分は縦 6.5 センチ、横22センチを2枚ご用意ください。そして表地の下の部分は縦22センチ、横22センチを2枚ご用意ください。内布の方は縦51センチ、横22センチご用意ください。すべて縫い代込みのサイズになっています。そして巾着袋の紐は今回ワックスコードを使用します。リボンなどお好みの紐をお使いください。紐は65センチを2本ご用意ください。そして今回紐の部分にこのようなウッドビーズをつけて飾り付けします。それでは表地を上と下を縫い合わせていきます。このように中表に合わせていただきまして待ち針で留めます。待ち針で留めましたら縫い代1センチで縫います。それでは縫い代1センチで縫い合わせましたらアイロンで縫い代を割っていきます。アイロンで縫い代を割りましたらこちら袋口の方を縫い代1センチで折っておきます。続きまして裏地の方も袋口の方をこちら両方を縫い代1センチで折っておきます。それでは表地を縫い合わせていきます。中表にこのように合わせていただきまして、そして一旦先ほどアイロンで縫い代1センチで折っていただいたところは開いて待ち針で留めていきます。この生地の切り返しのところはずれないように待ち針で留めておいてください。こちら、ここの布の切り返しのところから上に 1.5 センチのところを印つけておきます。反対側の方にも 1.5 センチのところに印をつけておきます。こちら、この 1.5 センチのところが紐通し口になります。本体の上の部分から 1.5 センチの紐通し口を開けて縫い代1センチで縫っていきます。この 1.5 センチの両方開けて縫い代1センチです。スタートはこちら袋口の上の部分からスタートします。先ほど印をつけていただいた 1.5 センチのところ、こちらまでまず縫います。次はこの 1.5 センチ開けまして生地の上の部分と下の部分を切り替えたところですね。こちらからスタートします。こちらまた 1.5 センチ開けて縫います。このように紐通し口が 1.5 センチ開けて縫うことができました。続きまして内布の方を両脇縫っていきます。まずこのように中表に半分に折ってください。そして先ほどアイロンで巾着の袋口の方を縫い代1センチで折ったところは一旦開いていただきます。そしてこのように待ち針で留めていってください。待ち針で留めましたら両脇縫い代1センチで縫います。それでは表地と裏地の方がこのように縫えましたらこの余分な縫い代のところはカットします。
そしてこちら先ほどアイロンで縫い代1センチで折っておきましたところをこのように開いて折っておきます。そしてこちら裏地の方は表に返します。でこのように表に返した裏地の方にこちらの表地を入れていきます。こちらの袋口の方を待ち針で留めていきます。この時縫い代はこのように開いておいてください。このように巾着の袋口の方を待ち針で留めましたら、端から 2、3mm の位置を縫っていきます。それでは縫います。こちらの端のところ、こちらからスタートします。こんな感じです。それでは袋口を縫いましたら、このように表に返します。こちらの脇のところの縫い代のところがきちんと両方に分かれている状態にして、このように開いて見ていただいたらどちらの方にも倒れています。そしてずれないようにこちら留めておきます。そして今から紐通し口のところ、こちらステッチを入れていきます。こちらの上の部分と布の切り返しのところから 1.5 センチのところ、こちらにチャコペンで線を引いておきます。この水で消えるチャコペンを使っていただいたら線も分かりやすくて縫う時にも位置が分かりやすいのでおすすめです。このように 1.5 センチの位置に線を引いておきます。線をこのように引きましたら、こちらの裏地とこの表地の方がずれないように待ち針で留めておきます。そしてこのように待ち針を留めましたら、一旦裏返しておきます。そしてこの状態で紐通しの線のところですね、こちらを縫っていきます。それでは紐通し用の線を縫っていきます。きまして、こちらの生地の切り返し部分のところも上のところを縫っていきます。こんな感じで縫えました。それでは紐通し口の方が縫えましたら表に返します。そしてこちらの紐を通していきます。今回はワックスコードを使用します。紐の長さは65センチを2本ご用意ください。ワックスコードがなくても他の紐でしたりリボンなどを使っていただいても大丈夫です。このような紐通しがありますと紐を通しやすいので便利です。紐通しがなければ安全ピンなどでも代用できます。今回はウッドビーズで飾り付けをします。このように2本通していただきまして、こちらの端で結んでおきます。これで完成です。巾着袋が完成しました。お疲れ様でした。ぜひ参考に作ってみてくださいね。次回はこちらのレース付きのアレンジバージョンの巾着袋の作り方もご紹介します。ぜひ合わせてご覧ください。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。